憧れのハイエース。皆さんこんにちは、ゆっくりバンライフのユッキーです。古くからの友人マサさんに、念願のハイエースをお任せで仕入れてもらいました。ゆっくりカスタムしながら理想のハイエースに作っていこうと思います。ハイエースって色々あってわからんけど、教えてもらいながら楽しくやっていこうと思います。では、早速、始めるばい。中古なので、ざっとですが、あちこち見ていこうと思います。カメラワークが下手くそなので、酔い止めを飲んでご視聴ください。なんじゃこりゃー。がっつり気づいとうねー。左ドアの下にいきなり大きな傷を見つけてしまいました。ちょっと先行きが不安です。天気が良かねー。深みのあるブルー、この色も悪くないですね。今回購入したのは、19年式2型。スーパー GL、マルチトランスポーター。マルチトランスポーターってどういうこと早速マサさんに聞いてみたいと思います。教えて、マサさん。こんにちはマサです。マルチトランスポーター。まあ、みんなにトランポって呼ばれて、バイク乗せたりする人たちのために、作られたようなモデルです。へー。なるほど。社名のトランスポーターとは輸送装置、輸送車両を指す言葉で、転じてオートバイ輸送に向いた車両を指す言葉としても用いられます。もともとオートバイユーザーにも広く愛用されるハイエースですが、マルチロールトランスポーターはそんな用途に最適化された仕様となっています。乗らせてー。ハイエースだけど、トヨタのモデリスタの、オプション設定されている車になります。よくわからんけどすごかねー。レジアスエースという車両です。レジアスエース。これハイエースじゃなかと？ハイエースだけどネッツトヨタから売られてた車はレジアスエースなんよ。そういうことね。車内はどんな感じかな？逆光で見に行くか。後ろはとても綺麗です。フラットで使い勝手のいいフロア。さすが趣味から仕事まで様々なニーズに対応できる車ですね。このスペースを活かしてどんなカスタムができるか楽しみです。見えにくいですが天井も綺麗でした。シートもふかふかしてます。はよ乗りたかー。ヘッドレストどこ行ったとヘッドレストが1個ありませんでした。まあなくてもいいんですが、ヘッドレストないと車検に通らんよ。そっか、用意しないといけないですね。運転席を見てみましょう。目立った傷や汚れなどもなく、こちらも綺麗ですね。てか、眩しかー。後で撮り直そうとか話してたんですが、カスタムの話に夢中になってすっかり忘れていました。すみません。かっこよかー。早く乗らせてー。運転させてー。車内は綺麗で、ヘッドレストが1個ない以外は問題なさそうです。いやー、それにしても、早く乗らせてー。車体も初めに見つけた左下のドア以外に目立った傷もなさそうです。いやー、ここまで状態のいい車を見つけてくれるなんて。さすがマサさん。すごかねー。天井はどうでしょうか？見てみましょう。よいしょっと。あらららら。これは、日焼けによる塗装剥げ。天井は全体的に白くなってました。これは全塗装するので問題ないよ。ああよかった。これは、ダサい。さっき中を見た時は突っ込みませんでしたが、ダサいカーテン付きです。内装にもこだわっていい車にしたいと思っているので楽しみにしていてください。やはり左ドアのここの傷以外は、目立った傷はないようです。マサさん的には、気になるとこある？そうね、左ドアの下の傷以外特にないね。細かい擦り傷もあるけどその辺はどうでもいいかな。さすが職人。かっこよかねー。では、次は下回りを見てみます。よいしょ。どうかな？そんなに錆もないですね。錆もないし、エンジンの下回りもさっき覗いたけど問題なかったよ。
運転席の下が全部エンジンになるけど見てみようか。お願いします。へえ、こんなところ外してみるんだね。これがエンジン。どげんな、見てもようわからんねー。状態はよかと？すごく綺麗やね。走行距離87000km ぐらいで、ハイエースの中ではほぼ新車の部類やね。へえ。それは嬉しか。こんなに状態がいいとカスタムするのも楽しみだな。早く乗らせてー。運転させてー。そうそう、このライト、結構黄ばんでますね。これは交換予定です。今後カスタムしていく様子も動画にしていくので楽しみにしていてください。ライトは黄ばんでいますが、ホブは綺麗です。ここのリップは後付けで社外品がついとるね。枠がモデリスタやけリップもモデリスタかと思ったけど、モデリスタではないね。へえ。プロにはわかるたい。見ただけでわかるマサさん、さすがです。今回は車が先に届いて、書類はまだ届いてないので、仮ナンバーが取りに行けず、まだ車を動かせません。走った状態はまた他の動画で紹介したいと思います。なんじゃこりゃー。初めて見るばい。関東より向こうは放射線の診断のチェックがあってね。それをクリアしとかないけんのよ。今回の車は北関東から購入しました。そんなチェックがあるんですね。初めて知りました。ここには擦り傷がありますが、凹みがなければ問題ないそうです。いやー、本当に状態がいい車でよかったです。天気がよかねー。この車をヴィンテージ風アウトドア仕様にしていきたいと思っています。いやー、ここからいじっていくには結構ベース車両としてはマニアックなグレードやね。これをベースにしとる人は1回しか見たことない。それぐらいマニアック。それは楽しみだー。早く乗らせてー。運転させてー。こんな風にしたいあんな風にしたいと話していると、ついつい撮影のことを忘れてしまって、逆光で見えにくかったりカメラワーク、動画の編集がまだ下手ですが、動画の本数とともに腕を上げていきたいと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。車好きの方、アウトドア好きの方、興味があったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。この車がどんなカスタムをして、どんな車になるか、ぜひ楽しみにしていてください。では、今回はこの辺までにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。